これは2月に咲く河津桜。まだ寒いからお花見はあまりできないけども、とても綺麗です。私は忙しい日常の合間、自転車に乗って川沿いに行くのが好きです。東京ってみんな、例えば渋谷のスクランブル交差点とか、新宿のネオンライトとか、銀座のショッピングを思い浮かべると思うけど、でも実際住んでる人は結構自然に触れてたりします。忙しい街中、そこで仕事して、そして家に帰ってきて、そして朝や週末はちょっとした公園や川沿いに行ってほっと一息します。東京から近くの山に行くのは例えば1時間とか1時間半かかる。だから私は15分ぐらいで行ける川沿いがあるので、そこを歩くのが好きです。とても風が冷たくて、でも全部のことが忘れられて、鳥や植物や風の音と向き合えるから、そして空が広いから好きです。東京に住んでいると、ビルとビルの合間に少しだけ空が見える。そして電柱がそこら中に立っているから、空は電線の線と線の間から見える。だから広い空がたまに見に行きたくなるんです。それが見れるのが川沿い。夕焼けを見に行くのも朝焼けを見に行くのもいいと思います。だいたい週末や特にお正月なんかは朝日を見に行く人、朝日の中ジョギングをする人、そして恋人同士は階段に座って夕日を見たりなんかしています。野鳥の観察を少し始めました。今見える鳥たちはオオバンという鳥だと思います。首をというか頭をキュッキュッって突き出して歩くのがなんとも可愛くて、で遠くから見ていると結構岸に上がってきて、今すごい逃げましたね。今ね、川沿いに犬を散歩してる人がいたんですよ。それで犬を察してファーって飛んでいったんだと思います。もう今日のご飯タイムは終わりなのかな。川の流れに沿って泳いでいきますね。こうやってニョキニョキと川から上がって、そして陸の上でなんかね、せっせとついばんでるんですよ。何食べてるのかわかる人教えてください。鳥たちって何の個性もないかなって思いがちなんですけども、こうやって集団行動をしている鳥たちを見ていると、やっぱり少し冒険心がある子と、あとはすごい臆病な子がいて、例えばその人がいるところのほんとなるべく近くまで攻めて食べに行く子もいれば、もう後ろの方から恐る恐る、陸に上がって行く子もいて、そういう性格の違いを見るのが面白いです。野鳥の観察はいろいろ歩き回るんじゃなくて、一箇所に立って、そして鳥の動きをそこから眺めるというのが一般的です。だから私もなんていうか、音を立てずに息を潜めてじーっと立って、寒いなって思いながら、鳥たちが私の存在に気づかないように、私の存在を忘れて自由に動き回ってくれるのを待って、そしてこうやってビデオを撮ったり
双眼鏡から眺めたりしています。